ユニファイドライブがルーターに SD カードバックアップ AI 機能を相当してくれます。読み込みも早い。 Wi-Fi 経由でも動画再生することできます。どうもこんにちは、まみよしです。今回は海外で 1.5 億円を売り上げて話題になった次世代のポータブル NAS ユニファイドライブ UD2 レビューしていきます。普段 NAS って聞くとコンセントに直接つないで持ち歩きできないものが多いんですけども、こちらポータブル NAS ということでバッテリーでも動作するし、こちらを Wi-Fi スポットにして Wi-Fi がない場所でもデータ転送できるっていう画期的な NAS になっています。ということでどんな感じで使えるのかチェックしていきましょう。ユニファイドライブの UD2 開封していきます。中身が紙類、ユーザーマニュアルに本体があって 33W の AC アダプター、 USB-C to-C のケーブルに 8K 対応の HDMI ケーブル、 LAN ケーブルに SSD 固定用のネジとリモコンとネジ固定する用のドライバー、そしてリモコン用の単4電池が2本になります。そしてこちらが本体、こちらシリコンかぶっていて落とした時に衝撃を吸収してくれる感じになっています。一応このケース自体は取れるけど取るような感じのものではないですね。ということでこちらが本体になります。めちゃめちゃコンパクト、こんな感じで手のひらサイズの NAS になっています。重量は 306g ということでスマホ 1.5 台分ぐらいの重さ、バッグとかに入れれば普通に持ち歩けるぐらいのかなり軽量な NAS になっています。でこちらの NAS インターフェースに関してはこちらに電源ボタン、充電ポート、 2.5GB の LAN 端子に 8K 対応の HDMI 端子で、そしてデータ転送用の USB-A と USB-C、 そして CF エクスプレスカードのポート、高級なカメラとかに多いカードですねのスロットに普通の SD カードスロットになります。側面にはファンがあって、あとこちらにボタンが1つずつあります。で置いた時にしっかりと空間が空いて吸気排気ができるようになっています。 iPhone16 Pro Max と比べるとこんな感じ、若干一回り大きいぐらいなんですけども、ほぼほぼ同じくらいのサイズ感。厚みに関してはケースつけた iPhone2 台分ぐらいっていう感じです。でポータブル NAS って僕も聞いたことなくてどんなことができるのか紹介していきます。まずこちら UD2 の特徴としては NAS を持ち歩けるっていうのが最大のメリットになります。 NAS に関しては家に据え置きで置いといて、そこと Wi-Fi 間だったりあとは LAN ケーブルで接続してデータを共有するっていう感じなんですけども、こちらは両方ともできるしポータブルでも動くっていう感じになります。 2.5GB 端子でつなげばかなり高速にデータ転送できるし、こちら Wi-Fi スポットとしても使用できて Wi-Fi がない外とかでもこちらのアクセスポイントに手持ちのスマホとかパソコンを Wi-Fi で接続することによって無線でデータを転送できるっていう感じです。で容量に関してはこちら裏側に M.2 の SSD を2枚入れることができるんですけども、1つにつき最大8テラに対応しています。なので合計最大16テラまで対応するポータブル NAS で、あとは UPS バッテリーを内蔵しているので30分間こちらを動かすことができます。電力に関しては 35W なのでモバイルバッテリーとかをつなげばもっと長く使用することもできます。あとは普通の NAS と同じ通りAI による写真とか動画の自動整理とかもあったり、あとはこちらのポイントとしては何といっても端子ですね。めちゃめちゃ便利だなと思ったのがこちら SD カードスロット。例えば旅行とかに行って写真とか動画をいっぱい撮ってこの SD カード埋まっちゃったとか、あとはバックアップ取りたいっていう時にこちらに挿してあげて、こちらのボタンをカチカチっと押すことによってアラートが鳴りまして、この SD カードに入ってるデータをこちらの NAS にバックアップしてくれます。なので、旅行とかでこれを持って行ってあげれば SD カードの容量とかを気にすることなくバンバン撮影できるし、ダブルバックアップでデータが消えちゃう心配とかもないし、であとは複数人数でカメラを持って旅行とかしてる場合は休憩の時にみんなの SD カードを入れてここにどんどんデータをバックアップしていく。でさっき言った通り AI による写真とか動画の自動整理があるので、中でどういった時に撮った写真なのかっていうのを自動で整理してもらって、宿に戻ったらこちらを Wi-Fi スポット化してみんなのスマホとかパソコンをつないでデータをここから自分のデバイスにダウンロードするなんていう使い方もできます。 NAS の使い方ももちろんできるんですけども、 NAS の進化版、そういった感じの印象ですね。であとはこちら HDMI 端子があるんですけども、こちらとテレビをつなぐことによってこの UT2 に入ってる動画データとか写真とかを大画面のテレビとかで視聴することなんかもできます。なので旅行中に撮った写真をホテルのテレビとかに HDMI でつないで大画面でみんなで楽しむ、そういった使い方ができます。であとその AI の処理とか、あとはこの HDMI 経由で動画を再生する時とかに結構処理性能が必要なんですけども、こちらは新世代のプロセッサーロックチップ8コア RK3588C というものを搭載していて 8K 動画の再生も問題なくできるし AI 処理もサクサクできるっていう、そういったスペックに関しても問題ないモデルになります。そしたら実際に初期設定してどんな感じで使えるのかチェックしていきましょう。
そしたら実際にセットアップしていきましょう。電源ボタン長押しで電源オンして、そしたら専用アプリユニファイドライブインストールして開く。ニューデバイスレジストレーションでアクティベート規約を読んで、こちら LAN ケーブルを使って家のルーターと接続します。そしたら NEXT を押すと今回端末が出てきたので、こちらをコネクトを押します。でアップデートしていきます。アップデート終わったのでエンターで進んでいきます。ユーザーネームとパスワードこれ設定していきます。そしたら次はストレージの設定ですね。これは NEXT そのままで OK です。アドバンスドモードを押すと詳細の設定もすることができます。今回はシンプルでやっていきましょう。 NEXT でディスクのフォーマット開始。すぐ終わりました。これで初期設定完了で、アプリに関してはもともと入ってるのはこんな感じ。ファイル、本バックアップ、あとはストレージの設定を選べたり、メモ、動画、モニターに関しては今どんな感じで動いてるのかをチェック。でこのプラグバックアップが便利で、これ有効にします。 SD カードを挿入してインスタントバックアップボタンを2回ポチポチと押すと5秒経ってビープ音が鳴ってバックアップを開始しますと、 SD カードをすぐに NAS にバックアップして、そこの NAS にスマホとかあとはパソコンとかからリモートでアクセスするっていう、かなり便利な機能が搭載されています。これもオンにしたので後で試していきます。であとはセッティング、エクスターナルデバイスに関しては USB Type-C、M.2、SD、CF エクスプレス、そういったものがさせてこの NAS にバックアップできます。でフラッシュドライブモード、これも便利で、さっきの NAS USB-C 端子があるんですけども、その NAS 自体をパソコンと USB-C 接続することによって SSD みたいな感じで操作することもできます。なので外でこの NAS 自体に SD カードを挿して NAS にバックアップで、その NAS を外付け SSD として使うこともできるし、同じネットワークにつないで Wi-Fi 上でデータ転送することなんかもできます。これもオンにしておきましょう。これは何ギガ分使うかって感じですね。とりあえず今回128とかにしておきますか。で SMB セッティング、これはサンバってやつで Mac とかでよく使うかな。ネット上からこちらにアクセスするときに使います。でファイルシェアリングどれをオンにしますかとかいうのもあるし、あとカメラによってはこの FTP ってやつでカメラ側から Wi-Fi 経由で NAS 自体にもうそのまま保存しちゃうっていうものもこちら対応しています。であとはクラウドバックアップを使うことによって Google ドライブとか OneDrive とかとも同期できます。大体そんな感じですね。とりあえず本バックアップいい感じにできてるので、とりあえずデータの方バックアップしていきます。で写真の方バックアップ完了しました。フォトを選ぶとこんな感じでバックアップした動画とか写真一覧が出てきて、読み込み自体もかなり早くなっています。もちろん動画を選んであげればスマートフォンに入ってるぐらいの感じでサクサク再生できますね。でこちらのユニファイドライブに関しては AI 機能があるので、こちらをタップ日本語訳するとスマート認識機能っていうのがあります。ローカルサービスでありユニファイドライブには画像や認識データは一切保存されませんと、オンデバイスで動くっていうことですね。これを使うのに CPU、GPU とかが必要になるので高性能なチップが入ってるっていう感じ。 CPU とメモリを大量に消費するため写真が多いほど時間がかかって使用率が高くなりますと、こちらを有効にしましょう。そうすると NAS の中に入っている写真とか動画を解析して人だったりペット、そしてシーンを自動的に認識してくれて分けてくれるといった機能があります。こんな感じで写ってる人の顔、写真を人ごとにソートしてくれたり、ペット飼ってる方はここにペットの写真が出てきて、シーンもいろいろあって、花火、花、夜景、建物、食べ物、道、フィットネス、橋、ステージ、グループフォトだったり、こんな感じでソートしてくれます。読み込みも早い。そうしたら Wi-Fi につないでいきましょう。セッティングから Config Wi-Fi でタップザボタン Show Below、 この Wi-Fi っぽいボタンを押します。そしたら Wi-Fi 一覧が出てきたので、自分の Wi-Fi をタップしてパスコードを入力してコネクト。Wi-Fi で接続できました。今 LAN ケーブルとか何も刺さってない状態で NAS として使えてます。もちろん Wi-Fi 経由でもこんな感じで動画再生することできます。そしたらこのプラグバックアップで SD カードからデータの方を読み込んでいきましょう。こちらの SD カードがあるので、こちらを本体の SD カードスロットに差し込みます。SD カードをさせました。そしたら側面にあるこちらのボタンを押します。カチカチ。今のアラートでバックアップスタートしてます。53ギガありますね。バックアップが終わったらオートイジェクト取り外されるようになっています。結構早いですね。もう 40% できました。残り3分46秒で、今内蔵バッテリーで動かしてるんですけど、内蔵バッテリーの容量とかは特に見れないのかな。
バックアップが終わるとアラートが鳴るっぽいです。これでバックアップコンプリート。そしたらマイファイルからプラグバックアップ。ファイル構造とかもそのまま入ってますね。こんな感じで撮影した写真とか動画とかをチェックすることができると。で、こちら右上に HDMI って書いてあるんですけども、こちらを押すことによってこのポータブル NAS についているこの HDMI 端子からテレビで映像を確認したりすることもできます。で、今バッテリー状態で動かしてるんですけども、意外と長時間使える気がします。で、SD カードを抜くと。こちらの NAS 外で使うときは、家のネットワークとかに接続できないので、ワイヤレス LAN ホットスポットっていうものを使用します。こちらを押してあげると、ワイヤレス LAN ホットスポットを有効にすると、ユニファイドライブはルーターのように機能します。他のデバイスはユニファイドライブに直接接続したり、ユニファイドライブを経由してインターネットにアクセスしたりできますと。なので、こちらをオンにします。コンティニュー。そうすると、Wi-Fi の名前だったり、パスワードとかが出てきます。シェアホットスポット。ここから QR コードで読み込むこともできます。そうしたら、スマートフォンの Wi-Fi UT2O5XD っていうのが出てきたので、こちらにパスワードを入れて接続。そうするとこちらのユニファイドライブがルーターになっていて、ここから Wi-Fi を発してそこに接続してるっていう感じ。Wi-Fi で接続されてるのがわかると思います。この状態でモニターを見ると、ネットワークの速度は1134メガということで、かなり高速に無線でデータ転送することができます。じゃあこの状態でさっきバックアップした 4K 映像を見ていきますか。これ 4K60 の映像です。早い。こんな感じでここに入ってるストレージをスマートフォン上、そして PC 上からチェックすることができます。もちろんこちらをスマートフォン上にダウンロードすることもできます。速度はこんな感じ。秒速100メガぐらいでダウンロードできています。Wi-Fi 6の 1GBps で接続してるっていう感じですね。ほぼほぼ最大値出てます。なので結構いい使い方が、カメラで動画を撮影します。こちらの NAS に SD カードを挿します。ポータブル NAS 内の SSD にファイルをバックアップ。こちらを Wi-Fi スポット化してスマートフォンに Wi-Fi でダウンロードするのもいいし、もちろんパソコンからダウンロードするのもいいし、こういったかなり便利な使い方ができます。で、あとは今もカメラで撮ってるんですけども、カメラの SD カードが埋まっちゃった時もこっちにすぐにバックアップしてカメラ側はフォーマットできるので、 SD カードの容量も少なく済むし、容量が多いやつでダブルバックアップっていうのもできるし、で、今バッテリー状態で動かしてるんですけども、まだ動いてます。だいたいこんな感じの速度感でデータをバックアップすることができますと。で、今はこれ 1GB 回線なんですけども、もちろんこちら LAN 端子は 2.5GB になってるので、有線で接続すればさらに高速にデータを転送することができます。あとはこちらをパソコンに有線で接続してみます。こちらにケーブルを挿してあげて、パソコンにつなげてあげると、こんな感じで UD フラッシュというものが出てきました。こちらの速度も測っていきましょうか。有線接続だとこんな感じの速度感ですね。こんな感じで SSD として使うこともできます。ということでいかがでしたでしょうか。ユニファイドライブの UT2 というポータブル NAS。普段は電源つなげてあげて普通の NAS としても使用できるし、旅行に行くときはこちらを持ち運んでポータブル NAS としても使えるし、ハイブリッドな使い方ができるものになっています。で、特に個人的に一番嬉しいのはやっぱ SD カードのデータをここに直接バックアップできる点。なのでカメラマンとか動画クリエイターとかそういった方は、撮影が一段落したら内蔵ディスクにどんどんデータを移しておいて、素材を使って編集するときはこちらを USB-C でパソコンとつないでそのまま編集するとか、そういった使い方もできるので、かなり利便性の高い NAS になっています。で、気になる点に関しては M.2 の SSD が必要になるので、初期コストっていうのはかかるかなっていう感じですかね。結構一般向けっていうよりかはプロ向けな製品になってるので、写真とか動画を仕事にしているっていう方はぜひこちらのユニファイドライブ UT2 チェックしてみてください。で、今回こちらのユニファイドライブ UT2 事前登録で1万円クーポンがもらえるキャンペーンやってるので、 UT2 気になるっていう方はぜひ概要欄のリンクから事前登録の方をしてみてください。ということで以上、次世代のポータブル NAS ユニファイドライブ UT2 のレビューでした。バイバイ。